はい。内山光一のザ・ゴッドチャンネル。はい、よよろしくお願いします。ろしくお願いします。はい。今、レゲエニュース終わったばっかしなんですけどね。どなたか来られてますので聞いてみたいと思います。出せる方なのか出せない方なのかわかりませんけども、まずは聞いてみたいと思います。はい。それでは、エレナさん、準備お願いします。はい、はい。よろしくお願いします。はい、はい、うん、うん、はい。はい。あ、もう入っておられますか？入ってますね。はい。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか？麻生です。あ、麻生太郎様、おいただきましてありがとうございます。うん、はい。そうですね。今大きく政局動こうとしてますね。お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。もう動いてるよ、はい。政局。本当にね、まあ、困ったもんだね。うん、うん、情けない。しかし、しょうがないな。これが自民党の今のところの実力だということで、そうですね。うん。どうしようもないよ。今の高市さんがひょっとして、自民党悪いんじゃないかっていう噂も出てますけども、これはどうなんでしょうか？あそれはあり得ると思うん。う。もう、そうなって一つにまとまらないということうん。であるとね、うん。ますます自民党としての力が落ちてくるだろうね。押してきますね。でも、うん。このまましてたら多分自民党もこれからますます数が少なくなってくると思うんですよね。だからなんだよ。だかうん。ら、はい。こういう時こそ一丸となってやらなきゃならんということをね、うん。分かってもらいたいんだね。うん。うん、そうし実、ないと、過去では一回分かれて、そしてまた一つになりましたかね。うん、別れたうん。ことがあるんだよ。そうですね。分かれたことありますね。結果的にはね、また後からはい。集約してくるということになって、はい。まとまってくるんだけれどもね、その間に、野党にね、はい。入られてというようなはい。ことが起きてくるでしょう。そうですね。その間、やはりね、うん。いろいろなことが起きるから、そうです。やってならんことをやられたりね、はい。うん、そういうこともあるんですよ。日本がますます悪くなりますね。悪くなると思うね。うん。うん、まあね、だけどそれが国民の審判だったら仕方がないからね。私はそうです。いくら言ってもね。うん、今の流れ的には、しかしなんか動くって言われてますけど、動く方がいないような気がしますけど、結果的にはそのままずるずるいくような気がするんですけど、どうなんでしょうか？これは私には分からんからね、そんなことをああ、私なるほど。に聞かれてはい。もね、うん。分かるわけがないんだよ。うん、なんだけど、とにかく、ガタガタとしてね、はい。落ち着かない。はい。うん。うん。じゃあだ今の、麻生様のお気持ちをお聞かせ願えないでしょうか？だから今喋ってることがそうだよ。はい。本当にね、落ち着かないんだよ。うん。もちろんね、自分の足元もということもそうだけれども、はい。国全体としてね、はい。どこに落ち着くのか、うん。国民もそうじゃないのかな。国民もいろいろに分かれて、ね、はい。それだけやっぱり割れるということはね、それを望んでる国民が多いということだからね、これそうはやはですね。り、はい。気を引き締めてやっていかうん。ないと、自民党とて、はい。ここを皮切りに、大きくひび割れ、すると。うん。そして、さらに小さくね、はい。分裂していくというようなこはい。とにならなければ良いが、と思ってうん。いるけれどもね。ちまあ、流れ的にはなりそうですね。ょっとね、そういうね。嫌いがあるんだね。ですね。だからうん。そうなったらね、なったで仕方がないとは言うものの、じゃあ誰がこの日本をね、はい。行くんだと、うん。いうことになって、もうますます大変だね。はい。そうやって混沌として、皆さんがわけのわからなくなった時しか、次の方出てこないでしょうね。確かにそれはそうでしょう。
はい。だから、そういう意味でね、次に出てくはい。る人が、そりゃ、この国を引っ張っていって、はい。対外的にもですよ、はい。話ができるようなね、人間はい。がいて、きちっとしたね、国防も守れてね、はい。経済的にも我が国を守ることがね、できれば、それはい。はそれで結構だ。はい。しかし、そういう人物がいないからこうなってるわけでしょ。うん、多分いると思います。ただ今は出れないんだと思いますね。それだったらさっうん、さとね、出てこれるはい。ようにならんと、出てこなければ話にならんということでうん。ね。その前にまず潰れなきゃできないですね、仕事が。あなた方はその潰れてほしいと思ってるかもしれんが、潰れた後どうなるんだね。うん。その潰れるじゃなくて、今のその、なんて言いますかね、今の状況のままでは難しいってことを言ってるんですね。確かにそれはそうかはい。もしれん。だから、だから、もう、うん。はい。その意味ではね、はい。この体制が、形が崩れるという時はね、はい。いずれの時にかやってくるだろうという、それはそう予なんです。測はね、はい。はい。自民党員であっても、それはみんな危機を感じてるでしょうよ、はい。と思いますよ。時代うん、の流れ的にはやっぱりそういう時が出てきますよね、どうしても。いいよいん。よその時が来たかという感じ。はい。はい。現実状況としてるから。そうですね。で、それが崩れてみんなが模索し始めた時に新しいものが出るって、いつもそのパターンですよね。そのパターンなんだけどね、新しいもはい。のをしっかりとしてくれたらいいなとは思いますがうん。ね。その今まで、うん、方々は、うん、ですね。今までの日本のその政治のいろんなところでいいところもいっぱいあったと思うんですよね。で、今のこの日本を形成しているのも、やはり過去の方たちが努力してきた結果だと思うんですよね。もちろまあ、んそう。言い悪いもあるかもしれませんけども、それでもやはり今の日本を残されたには間違いないですから、うんうん。うん、多分それをベースにもっといい国を作っていくような形になっていくと思います。次回はですね。そうやって、徐々に変わっていくんだろうな、はい、ですね。と思いますね。うまあ、いいん、とこ悪いとこももちろん当然あるんですけども、しかし日本という国を引っ張ってきたのは間違いないですよね。政治的に。それはそうです。はい。なんだからね、はい。これまでは我々が、はい。頑張って、他の人もそうですよ。皆さはい。んもいるからこれができたわけでね。そうですね。はい。それはお互いにご互い様ということは言えはるんだけれい。どもね。ね。うん。外圧が非常に強い中で、ぬらりくらりとやっていくしかないっていう政治の中で、しかしよくここまでね、頑張っていかれたのは間違いないかなと思いますね。やっぱりね、うん。小さなことに一喜一憂してね、はい。もうすはい。ぐ右に左に動くやつはね、ダはい。メなんだ。そういう小魚みたいな動きをするやつはね。はい。やっぱり、はい。悠々と構えてね、そうですね。いるものがいないとね、ダメです。というはい。言ってもね、はい。うん、そうでないと、引っ張っちゃいけないんだね。もうすぐに、キョロキョロあっち向き、こっち向きするとね、はい。はい。もう、固まらないんですよ、国民が。そうですね。はい。うん、ダメなんですよ。バラバうん。ラになっちゃう。ですね。やはり、小魚ばっかりいてもしょうがないんだよね。そうですね。イうん。ワシみたいなね、そんなのはい。がもうどうしようもない。はい。蹴散らされたら一気に散って、実体がなくなるんだからね。はい。もう責任の所在も何もあったもんじゃない。そうですね。バラバラになったらですね、ちっちゃいのが集までしょ？って、うん、大うん。きく見せるけども、実際はちっちゃいっていうところですね。そうなんだよ。だからその一人一人においてはそれでいいかもしれないけれども、国としてはね、そういうことそうですね。うん。ではならんということです。やはり全体的なことが見えないと、やはりどうしても難しいかなっていう気がしまそう。すね。うん。だから、でんと構えてね、クジラのようにね、やはり大きくね、どんと構える実態というものがないとうん。ダメだといそうでうことです。すね。うん。やはりなんて言いますかね、いろんな心情の中に歴史的な背景って言いますかね、そういったのも踏まえてしっかり、見せれるだけの力が欲しいなと思いますね。うん。うん。そういうこともね、これからは、できるものが出てくるんでしょう。私はうん。そう思うしかない。はい。こういう動きになってるんだろうと思うからね。うん。まあ、ここでもね、こうやって、麻生さんのその守護霊さんとの会話ができたりとか、霊界との会話ができたりとかしてますんで、店長会の意見を聞きながら、やっていくような形に今後はなっていくと思いますので、
うん。天上界ね。はい。地上と天上界と両方の意見を合わせて作っていかなくちゃいけないでしょうね。まあ、政治をやっとるとね、そはい。んな悠長なことを言っとれんのですよ。そうです。それはわかります。はい。論拠のね、ないようはい。な架空のはい。話をね、持はい。って、はい。するというわけにいかうん。んのだ。まあ、ですから、それは、バックボーンとして置いといて、で、うん。実際的には動いていくと。その動いていく中で天上界の力も働いてくるってことになると思います。そうだな。まあ、まあ、精神力というかね、まあ、はい。中心にある思いだね。はい、そうでうん、す。そういったところはやはりね、しっかりはい。と、なんということだわな。はい。天上界からこう言うからこうしましょうじゃ絶対動きませんからね。そう。地上はそ地上の論理がありますんで。そうだよ。うはい。ん。そこがうん。難しいところだね。うはい。ん。まあ、政治の裏方ちょっとだけやったんですけども、やはり根回しですね。まあ、うん。あんたがそれを言うてどうすんだい。そうですね。ダメですから、私は言っちゃう。根回しって言っても、今、その軽い感じで言われてもね、ああ、いや、その根回しがないと政治はやりませんね。まあ、それはまあそうなんだが、もう素人がそういうことを言っても、はい。おかしいよ。うあ、そうん。ですか。はいはい。申し訳ないです。まあまはい。あ、頑張ってくださいな。はい。ね。わかりました。ありがとうございます。はい。おいでいただきまして本当にありがとうございました。うん、うん。また何かの縁がありましたら、できれば三次元的にもお会いしたいなと思ってますので、よろしくお願いします。どうかね、それはね。うん。会っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい。はい。どうも、本日はありがとうございました。はい、どうも。はい、ありがとうございました。はい。うん、そうさんね。そうさんでしたね、今。根回し行った時に、外国の勢力の顔がパッと見えましたね。あ、やってんだと思ってね。うん。ね。うん。まあなんか、根回しといっても、ものすごく複雑で深いところの根回しだったように思いましたよ。そうそう。外国の勢力のあのグループだね。うん。うん。だから、そこをね、うん。簡単に根回しですねって言われても、うん。何言っとるんだみたいな、そんな感じだった。そうだね。そうでうん。すね。はい。命がけの根回しですからね、向こうはね。大変なんですよ。うん。うん。まあ、というと、宇宙連合とのね、根回しもしなきゃいけないってことになりますね。大変ですね。大変そですね。はい。これからね、どのようになっていくか、本当にね、そういった、地球上、それから、天上界だけではなくて、そういう宇宙との関わりも出てくるんでしょうね。う。うん。うん。まあ、麻生さんがね、その根回しで笑っていただいたときに、そういった存在が少し見えましたので、うん。多分、これからやっていく中では、宇宙との、関係がかなり色濃く出てくると思います。ああ、そうですか。ね。ううん。ん。多分三次元的にもそういう方たちとの交流って言いますかね、出てくると思いますね。うん。そこを踏まえて政治をこれからやっていかなくちゃいけないのかっていうと、もう一つ難しくなってきますね。うん。ですね。ますまあす。あ、そうですね。うん。うん。宇宙の方たちっていうのは、日本の常識がまるっきり通じないんです。でしょうね。うん。まるっきり通じないんですよ。うん。まあ、ベガとかね、まあそういったね、方たちとはね、まあまあ、ね、プレイですとか、なんとかね、共通するところはかなり多くありますけども、うん。レプ系の方たちとはね、もう全然違いますからね。うん。ですね。はい。昆虫系の方もおられるしね、昆虫系ね。昆虫系からの方も、爬虫類じゃなくてね、昆虫系の方もおられますしね、鳥もいますしね、鳥系の方もおられますね。もう違うんですよ、考え方がもうまるっきりね。うん。うん。そうですね。うん。で、好きあらばと思ってますからね。うん。ちょっと好き見せたらもう、向こうの胃袋の中っていうこともありますからね。怖っ。だから一般的な正義感とか、はい。そういうの通用しないんですね、きっと。通用しないですね。うん。
だから地球人の価値観とはもうまるっきり違うですね。そうでしょうね。だからどうやって付き合っていいか分かんないぐらい。まあそのためにね、主が宇宙の方を説かれると思うんですよね。宇宙の方たちとね、うまくやっていくための、教えってのがね、出てくるかと思うんですね。まあ、とにかく大変な方がいっぱいおられるということだけはね。ただ宇宙は一つのね、銀河な銀河の中で、集まってくるわけ。この、まあ、小宇宙っていうか大宇宙って言ったらいいか、どう言ったらいいかわかりませんけども、まあ、銀河系が含まれている宇宙ですね。この中ではある一定度のね、共通点はあるのはあると思いますね。ただ、難しい。非常に難しい状況があると。で、宇宙連合がいてくれるから、なんとか地球人は守られてるっていう感じですね。ですね。こんな感じですね。はい。まあ、次のね、政治っていうのはそんな風にして、また宇宙との関係も出てきますので、もう一段、知恵が必要な政治になってくるかと思っています。はい。それでは今日はこれで終わります。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。